こんにちは、スパオです。今回は無印良品週間で並んででも買ってよかったアイテム、リピ品を中心にご紹介します。我が家も狙っていた商品がなくなっていたりと、ちょっとした争奪戦、情報戦になっていますが、諦めないで。せめてこの動画を見ていただいた方だけでもちょっとでも素敵なお買い物ができれば嬉しいです。ではどうぞ。はい、 TPU 巾着の S と L。 プールや温泉など濡れたもの、汚れたものを入れるのに適した TPU 素材でできたなんぼあっても困らんアイテムです。 S は旅行のスキンケア用品入れにしていたんですが、丈夫なのにしなやかで本当に使いやすいんです。大きい L サイズは娘の幼稚園の汚れた着替え L として最近活躍してくれています。前まではジップロック使っていたので入れるのもちょっと大変だったりしたんですが、その点巾着タイプはとっても使いやすいです。薄いんですけど防水性も確かなのと、これ地味に耐久性も高いんですよ。コメントを見ていると、濡れた状態の折りたたみ傘をここに入れてバッグにしまっている人が何人かいらっしゃって、頭いいなって思いました。ステンレス、壁につける収納フック、マグネットタイプ。今までは白い無印のフックを使っていたんですけど、フックが浅いので物によっては引っ掛けた時落ちやすいのが気になっていました。それでこのステンレスタイプのフックに変えたんですが、これがドンピシャで良かったです。まずステンレスなのでとにかくスタイリッシュ。今回フックが1個のものと2個つながってついているもの両方買ったんですが、両方いいです。1個の方は小さめのものを引っ掛けるのに適していて、先ほどお話ししたようにフックが深いので落ちにくいし、引っ掛けやすいのもいいです。キッチン周りに置いたら鍋つかみや布巾掛けに。お子様が自転車乗るご家庭では玄関付近にヘルメットを置いておく方きっと多いと思います。ヘルメットによっては引っ掛けにくいものもあるかもしれませんが、私が使っているのは結構がっちり掴んでくれました。2個タイプはよりしっかりとした感じで、玄関周りでは傘をかけるのに適しています。これは1個タイプにも言えることなんですけど、裏面見ると2種類の磁石がついているので、とにかく吸着力すごいんです。重さ的にいければ洗濯機横にくっつけてドライヤー引っ掛けてもいいかもしれません。節あり木製ハンガー。節や木目が目立つ部分も無駄なく使った天然木のハンガーです。木の種類的にはユーカリを使っているようです。今回この商品を選んだ妻曰く、節がないのも結構売り場で見かけたようで、結局買って帰ってきたのが節がほとんどないものたち。この辺は好き好きですが、個体差結構あって印象がだいぶ変わるので、ご自身の好みに応じて売り場で見てみてください。結構黄ばんだものやクリーニングについてきたちょっと物足りないハンガーも使っていたりしたので、今回思い切って買い替えました。なんだかショップみたいでテンション上がりますね。気持ちいいです。服のためにはあんまりやっちゃいけないんでしょうが、私片手でピュッて引っ張っちゃうことが多くって、ご立派なハンガーすぎるとなかなか片手で取れないくらいしっかりしたものもあるんですが、これはその点ちょうどいいです。衣類をきれいな状態で保ってくれますし、片手でも取りやすいんです。これは個人的にポイント高し。あとこの銀の部分も回転するの地味に嬉しいです。そしてかけるところにくぼみがあるので、キャミソールなどノースリーブのものもずれずに快適。セール期間中にもうちょっとだけ買い足そうかなとめちゃ悩んでいるくらいコスパに優れたハンガーです。工作絵本のアルファベット動物。 A から Z までのアルファベットを組み立てると動物になるペーパークラフトなんですが、これが意外と面白かったのでご紹介します。中が A から Z までページがあって、アルファベットの形に切り抜かれているので、手でちぎって指示通りにやるとアルファベットに準じた動物が出来上がる仕組みです。我が家はまだ2歳前なので、さすがに子供一人でやるのは難しそうでしたが、出来上がる動物が結構可愛くって、娘もそれなりに満足しておりました。EVA クリアケースミニ。 EVA は劣化しにくい
耐久性に優れた樹脂素材で薄く柔らかい素材でもあるので収納性もバッチリでとにかく使いやすいんです。我が家は主にピルケースとして使っています。市販のというか一般的なプラスチックのピルケースは確かに頑丈だしいいんですが、かさばるのでバッグの中で地味に存在感があるんです。その点こういった樹脂製のクリアケースなら多少の取り出しにくさはあるものの水に濡れても OK ですし、とにかく薄くて携帯性に優れるのでバッグ内収納には大変便利なんです。特に妻はファンデのスポンジ入れとして使っているようでかさばらずで結構気に入っているようです。ルームフレグランススプレーおやすみブレンド。植物素材から抽出された天然物であるエッセンシャルオイルのみを使ったルームフレグランス。空間や布製品にシュッてスプレーして香りを楽しみます。いろいろ店頭で香り試したんですが、夫婦揃ってこれがいいねってなって決めました。このおやすみブレンドは柑橘系の爽やかな香りが特徴で、ベルガモットとオレンジをベースにした香りです。オリエンタル、時に牧場にも例えられるパチュリも入っていることでちょっとした複雑性が出ていて、ほんの少し大人な印象も感じます。それらが合わさると確かにお休み前に嗅いだら安眠できそうな超絶リラックスする香りです。まずは香りから癒されてみてはいかがでしょうか。世界のお菓子ショコラのブールドネージュ。無印人気の焼き菓子ブールドネージュに新作登場です。いちごや紅茶味は過去にあったんですが、チョコレート系は初です。結論、これすごい美味しいです。ショコラ感はココアパウダーで出しているんですが、程よくビターで甘すぎずで美味しいです。わかりやすいチョコレートみたいな感じではなくて、程よく感じるショコラみたいなイメージ、どことなく品を感じるお味でもありますね。表面のパウダーだけでなく生地にもしっかりココアパウダーが練り込まれているので、最初から最後までしっかりショコラ、そして相変わらずなアーモンドの食感も良きです。ついつい探して噛んじゃうんですよね。買って損なしなコーヒー紅茶のお供です。世界のお菓子ディアマン。無印焼き菓子の傑作ショートブレッドの再来かと思ったほどに誇張なしに百貨店レベルの味です。これ見た方、とりあえず一度は買ってみてほしいです。ディアマンはダイヤモンドを意味するフランスの焼き菓子で、周りにつけるグラニュー糖がキラキラとダイヤモンドのように光って見えることからその名がついたとされています。バター、卵、砂糖に小麦粉といったシンプルな材料で作られるものなんですが、無印ではそこにバニラ香料を足しただけの伝統的なレシピにのっとって作られています。これ手で割ろうとしたらボロボロっと崩れてしまいました。それほどまでに儚い繊細な食感です。味なんですが、バターのシンプルな香りが立ってシンプルに美味しいです。グラニュー糖のジャリジャリっとした食感もいいですね。妻もこれは美味しいと騒いでおりました。不揃いバウムチョコがけヘーゼルナッツ。秋の新作バウムです。ベースの味がヘーゼルナッツというのが私が好きな味でした。ただのバウムより一癖あるナッティーな風味がいいですね。フレーバーによっては少し安っぽい香りがするバウムもある中で、このヘーゼルナッツの風味はその辺をうまく消してくれているような印象がします。かかっているチョコレートはややダークかなと思うようなちょっとだけビターなお味。純チョコレートな分もう少し風味が良ければなとは思いましたが、この価格感で販売すると捉えたらこれ以上求めるのは野暮でしょう。アイシング含めただのバームじゃなくてなんかでコーティングされていたりするとちょっとリッチな感じが出て気になっちゃうんですよね。無印バームお好きな方は要チェックです。手作り鍋の素養生鍋。今回の一押し商品です。夏目やクコの実12種類の香辛料を使って作った養生鍋。薬膳鍋と言ってもいい鍋の素なんですが、これめっちゃ美味しいんです。いろいろ使っている割には過度な風味がない
食べやすさもありながら薬膳っぽい感じも確かに味わえる、本当にちょうどいい塩梅のお味なんです。具材を入れる前にナツメの実の種を取っておきましょう。普通の鍋の具材で作っていただいてもいいんですが、ちょっと薬膳っぽい雰囲気を出すためにおすすめの食材をお伝えすると、切り干し大根入れてください。めっちゃうまいです。いい具合にスープ吸ってくれて、かすかなシャキシャキ食感がアクセントにもなってくれます。実は切り干し大根、消化を助けてくれて胃の調子を整えてくれたり、喉の痛みや咳の改善も期待できるんだとか。まさにこれからの時期に食べるべき食材なんです。高麗人参エキスとスパイスを12種類使っている分、何か一つが飛び抜けて目立つって感じがない美味しさなのがグッド。余談ですけど、よくスパイス何種類も使いましたみたいな料理を聞くと、めっちゃスパイシーな感じなんかなって思うかもですけど、実は逆で、一概には言えませんが、スパイスって種類を使えば使うほど一つのスパイスが目立たなくなるので、全体のバランスが取りやすくなるんです。ちなみにこれは勝手にカレーの師匠だと思っている水野仁介さんの受け売りです。煮込んで作るスープパスタの素各種。日本でパスタを作るってなったら、お湯沸かしてパスタ茹でてレトルトソースは別で温めるがベーシックな作り方だと思うんですが、イタリアではソースに乾燥パスタをそのまま入れて作ることが多いんだそうで、そんな現地のまんまの作り方でより気軽にパスタを楽しんじゃおう的な商品が今回のパスタソースです。作り方とってもシンプルで、鍋にパスタの素と水を入れて沸騰したらパスタを入れて煮込んだら完成。各フレーバーおすすめのパスタの種類が書いてあって、今回発売された3種類はショートパスタが推奨されてはいますが、ロングパスタでも十分美味しくいただけます。まずは香味野菜とポルペッティから。チキンっぽい味もしますが、野菜の旨味で作りました、そんな感じのスープで、セロリをベースとした香味野菜が味を引き締めてくれています。肉団子を意味するポルペッティは変にやわやわな感じがなく、噛んだ時の弾力も結構残っていてうまい。とにかくスープが美味しくって、お手本のようなスープパスタに思いました。魚介のトマトガーリックはトマトの酸味が出ている意外にもさっぱり系のお味で、食べ進めていくと徐々にガーリック感じるものの、そこまで強くはないです。アサリやエビの出汁も適度に効いていて、一瞬だけブイヤベースみたいな雰囲気も感じました。3つ目のサーモンとマスカルポーネクリームはちゃんと動物性のクリームでコクを出しているので、一口食べた時の風味がいいです。サーモンはフレーク状なので具材感は期待しない方がいいですが、ソースにサーモンの風味がかすかに移っていて美味しかったです。作っているのは無印カレーを手掛けている錦さんなので、無添加でも神がかり的にうまいんです。パスタもスープも取れるので、なんだか得した気分にもなれますし、味もいいので個人的におすすめしたいです。養生スープ、かぶと豚肉のとろみスープ、鶏肉とクコの実の生姜スープ。季節限定のレトルトスープです。養生または食養生というのが東洋医学の考え方で、簡単に言えば健康のために何を食べるか、これらをまとめた先人の知恵の結晶みたいなものなんですが、無印では季節感ある食材をベースに香辛料や高麗人参などで風味付けをすることで、大変地味深い味に仕上げてきました。今回全部で3つ新しく出たんですが、今回はその中から2品をピックアップ。1つがかぶと豚肉のとろみスープ。クミンがしっかり効いた、これぞ地味深いと感じるようなとろみのある食感で、かぶも豚肉もサイズが大きくて食べ応えも十分。人参、レンコン、押し麦も入っていて、一食食べたらそこそこお腹いっぱいになりそうです。香りに特徴がある香辛料が数多く使われているにもかかわらず、どれか一つがしゃしゃり出る感じがない、大変バランスの取れた味になっています。もう一つが鶏肉とクコの実の生姜スープ。丸鶏をベースにしたクリーミーなスープに蒸し鶏、キクラゲ、ハトムギ、クコの実なんかを加えた、これがまたすっごい体に良さそうな味なんです。生姜も入っていて
これは体も温まりそうですし、塩加減控えめなのに物足りさを感じない絶妙な塩梅です。これ美味しいですよ。レトルトのとろっと感がいい具合に一つのレシピとして消化されています。2品通じてこれはストックしておくと、寒い時期にちょっと体調を崩した時なんかには絶対重宝します。ライスバーガー、プルコギ、ガパオ、ルーローハン。これ以前招待いただいた無印良品の展示会の時に試食してかなりのクオリティだったので、発売待ち望んでいた商品です。お米は全て国産で、ルーローハンとプルコギは食品添加物不使用でした。中は2個入りですが、個包装が嬉しいです。1個あたりレンジで2分から3分ほど加熱したら完成します。まずプルコギから。ちょっとお行儀悪いですが、中身の具材感お伝えするためにライスバンズちょっとずらします。ご了承ください。具材結構入ってるんです。中には甘辛く味付けされた牛肉と玉ねぎ、ピーマン、人参など。ご飯は基本もっちりめなんですが、ところどころおこげのカリッとしたところがあるのが好き。そしてプルコギだけお米に黒米がちょっと入ってます。栄養価に優れた古代米の一種で、食感にアクセントを加えてくれています。ガパオは鶏肉、玉ねぎ、赤ピーマンをベースにちゃんとバジルの香りを感じる味なんですが、これだけ結構辛いです。それゆえに本格的。鶏肉たっぷりで、これはガパオ食べてる感バッチリ感じます。ルーローハンは豚バラを生姜と一緒に甘辛く炊いた台湾料理ですが、これも特徴よく出てます。というのも五香粉がかなり効いてます。この辺はルーローハン好きからしたら嬉しいポイント。豚肉は約2センチ弱のダイスカットで、結構弾力のある食感なので噛み応え、食べ応えあります。タケノコのカリッとした食感も食感に幅を出してくれています。全体的に味付けがそれぞれ本格的で満足感めちゃめちゃあります。お米の量というより具材のボリューム感が顕著ですね。1個食べると結構ボリュームあるので、味の面でも量の面でも大満足のライスバーガーです。素材を生かしたチキンフリカッセ。フリカッセはフランスの伝統料理の一つで、バターで鶏肉や野菜を炒めて生クリームでコクを出した煮込み料理。今回の商品は電子レンジ専用のパックになっているので、600ワットで1分10秒加熱するだけで手軽に召し上がれます。カレー味やケチャップなんかでトマト味なんかにしたりと、各ご家庭でいろいろなアレンジレシピがあるようなんですが、無印ではキノコとガーリックを加えてキャラクターを出しています。というのもシチューとの違いが、煮込む前に肉を焼くくらいとも言われているので、ガーリックなど特徴的なものを入れないと、これはシチューではとなるのを避けたのかもしれません。味ですが、ガーリック以上にエリンギ、マッシュルームなんかのキノコの風味がルーに結構出てます。白ワイン、バターも入っていて、味はどことなく馴染み深いのに、香りはちょっと大人の味のような、予想以上に複雑な味です。ただちょっと気になったのが鶏肉の塩加減。原材料のグリルチキン、すなわち加工済みの鶏肉を使っているので、すでに味が入ったものを使っているんですが、若干塩辛いです。まあご飯と合わせればそこまで気にならない部分でもあるので、あくまで一意見としてお納めください。それでもレンチンでこんなして世界各国の味を手軽に楽しめるのはいいですよね。はい、いかがでしたでしょうか。まだまだレジの行列続いている感じもしますが、今回はそんな中でも並んででもゲットしたいアイテムをピックアップしました。個人的にはディアマンと養生シリーズ、これらは買って損なしです。まあ養生シリーズはちょっと好き好きあると思うので、とりあえず皆さんディアマン買ってコーヒーで一息入れましょう。個人的に秋が一番コーヒーが美味しいと思っているので、適度に休憩しながら残りのセール期間も楽しんでまいりましょう。お買い物の参考になれば幸いです。このようにこのチャンネルでは、成城石井元店長の私がおすすめする成城石井やカルティ、無印良品のおすすめ品や食べ合わせ、全国のスーパーで買えるおすすめ品や百貨店グルメや手土産、テーマを絞ったマニアック動画など、食にまつわるあらゆる情報を発信しています。少しでも参考になったよという方は
いいねやコメント、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。また、インスタグラムや Yahoo エキスパート、ボイシーでも情報発信しているので、そちらもぜひ遊びに来てください。今回はこちらで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。